ず津波来るぞって放送があった、私がキャッチしたのは3時5分、その段階でこっちにさっきの新山神社にで3時15分に津波堤防を越えたぞって誰かが言ったのを聞いたもんだから、じゃあここにダメだ、ここで煮てもってここにしたんですね。というのは前避難訓練のために消防士さん呼んでんですが、消防士さんからは大津波来たら新山神社がね避難所にしてたんだけど、大津波来たら校長先生ここでも危ないですよって言われてたんです。それはありましたから、じゃあここでもちょっと心配だからって、じゃあ中根碑まで、そこ大体3メートルぐらいその新山神社からはね高いから、中根碑ぐらいまでで大丈夫かなと思って、で中根碑に来たんですよ。ところのところが結局中根碑も埋まりましたから、結果ね。どこもここしかない、もう逃げ道はここしかない。あとはなんかもう迷う余地とかはもうない。ないですね。もうその時もうここだって。じゃあやっぱ避難訓練でその消防士さんに聞いてたことがすごい。それ生きてたと思いますね。結構大変だったんだけど、友達がいたからまあ喋りながらずーっでも1時間ぐらいずっなんかとあと30分って言われたんだけど2時間くらいとか1時間かかって。どういう話大体釣りの話釣りの話狙ってた魚とか。アイナメ結構みんな釣りするんですか？クラス全員全員しない人いない。いないんだ。さっき雲触ってた時点で僕はすごいと思いました。あった。持って帰ってきてあげようか。持って帰ってあげる？そうですね。海かで、このとこっちも海かな。あ、一緒にありました。はい。夜ずっと飛行機とかヘリコプターが上空を飛んでたのは分かってますから、助けてくれということで火をどんどん燃やしてたんですね。食料もないし水もないし寒かったし、それからここから脱出する方法というか
この状態からなんとか出したいと、その1年ですね。もう明日のことは何も考えませんでしたが、子供たちにどうにか食べさせなくてないし、第一寒かったからね、寒さからしのぐ場、方法、そういうことを念じながらあの日は過ごしましたね。小学校と中学校の授業時間が違うもんですから、ああ、そう、チャイムとかも。そうです。チャイムもノーチャイムになりましたしね。あ、そうなんです。4工事、同じ4工事でも終わる時間帯が早いんですよ、そうですね4校ね。で、中学校が4工事終わって給食の時間始まって、はい。校内放送を入れるとなると、その辺りからうちはもう5工事入っちゃうっていう時間帯になるもんですから、なるほど。ですからこちらの放送もね、結構中学生も気遣ってあ放送の時間短くあ、はい。やってますよね。本当にね、元気の源だからね、地域にとってはね、子供がいるっていうことは、つまり次世代を背負って立つ人間がちゃんとここに地元にいるんだっていう一つの安心感にもなるでしょうしね。まあそれがなかなかですね、難しい状況ですね。子供たちっていうのは4ヶ月、5ヶ月経とうとして少し落ち着いたのに。落ち着いてきてますよ。始業式当日はですね、挨拶がないし、働きかけても声かけても無表情、無反応。これは仕方ないですよ、やっぱり。要するに呆然自失した状態がずっと続いてたような感じでしたね。だから早くにやっぱり笑顔を取り戻すっていうのが大きな使命のだったんだけれども、そのためにやっぱり日常に一日も早く戻す、平常に戻すと。だから授業の中でこうやってきてるんですが、少しずつやっぱり学校生活慣れてくるに従ってですね、笑顔も出てきましたし、小学生らしい歓声も飛び交うようになってきましたしね。そんな中で夏休みにこう入っていけたんで、ちょっとほっとしてる部分なんですが、ただ今度は2学期ね、間もなく迎えるんですけども、2学期は2学期でね、注意深く見ていかなくちゃないなと感じがします。とにかく気が抜けませんね。
津波にしょっちゅう見舞われた地域だから、この辺で三陸では津波天然湖っていう言葉あるんだけれど、本当に津波来たら自分でまず逃げると、こういうことが習慣化されてきてるし、潜在的にね意識されているその、成果なのかなっていう感じしますけどね。この悲惨な状況の割には生存者が多かったっていうのは不幸中の幸いだと思いますね。10メートルの津波ってどんな音は津波の前に民家が押しながら来ました。バキ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 っていう音しか私は記憶ないです。多分もっと他にもゴーっていう音とかあったのかもしれないけども、民家を押し流しながら来た音がね、耳から離れません。ましてそこの流されたうちの中にね、うちの方の子供一人犠牲になったんだけれども、その中にいたかと思うとね、とても本当にじくじたる思いしますね。今4ヶ月と18日、ようやく早いか遅いかあれだと思うんですけど、今震災に対してどのように個人的に考えられていますか？今はまず校長としてはまず学校の復興ということが一番なんですけども、まあおそらく雄勝の人々も地域の復興ということで考え方は同じだと思うんですが、それが一番念頭に立ちますね。振り返って震災当日はやっぱり津波があれがなければと、地震だけだったらこんなに被害なかったんだけれども、本当にね、これは自然の恐ろしさであり、まあ私たちはこれを現実ですからね、とにかく立ち直っていくしかないなっていう感じですね。まあ私は子どもたちには自然というのは我々に今までも大きな恵み、豊かな恵みを与えてくださったんだけれども、時としてとてつもない牙を剥くよ、だから油断するなと、それから万が一ことに至っては落ち着いて行動しろ、その2つを言ってます。その2つ忘れなければね、とにかく命だけは助かると、命があってのもの種だとなというふうに思ってるし、そのこと自体に感謝してます。ですから子どもたちに感謝も忘れないでねっていうことでですね、お話してるんですが、命があるってことは本当にありがたいことです。